今回は縦横無尽にフィールドを飛び回り魔法ダメージを叩き込むトリッキーな動きで敵を翻弄する範囲アタッカー SP ヌンガルの解説です。まずおすすめのスキル獲得について、ランク1からランク11まではこのようになります。ランク7の左側は必要に応じてひらめきで取得。ランク5とランク11はそれぞれ攻撃力が上がるので必要があればこちらもひらめきで取得してください。 EX スキルは最低でもレベル2まで上げておくと攻撃力が 5% 上がるのでおすすめです。レベル3まで上げるとディフェンダーへのダメージがアップします。 SP ヌンガルをメインで使う場合や素材に余裕があれば上げておくと良いです。次に SP ヌンガルの個性の解説です。 SP ヌンガルは1ターンに1回近くに敵がいると槍の影というアイテムを生成します。このアイテムは敵味方問わず誰かが拾うと SP ヌンガルが HP を回復し周囲3マスの範囲攻撃を繰り出します。さらに味方が拾えばクリティカル率アップと移動バフがつき敵が拾えば魔法防御デバフを与えるおまけ付きです。味方のバフサポートにも使えるためこの槍の影をいかに活用するかが戦闘のポイントになります。おすすめの凸数は星3または星5です。星3で移動力が上がり星5になればスキルのクールダウンが1短縮されます。星5になるとメインのジャンプスキルが毎ターン使えるようになり一気に使い勝手が向上します。どちらがいいかは好みによりますが逆境やレイドでは現状使用率はそれほど高くありません。そのためランキングを重視する方は星3で止めて他のキャラの育成を優先しランキングを気にせず余裕がある方は星5を目指すといったスタンスが良いかと思います。続いて主要なスキルの解説です。ランク1左側即時スキルで正面5マスの敵すべてに 40% の範囲ダメージを与え槍の影を1個生成します。槍の影は拾った際にも 40% のダメージが出るため即時スキルと合わせて実質 80% のダメージを狙えます。ただしクールダウンが3ターンと長めなので星5まで凸が進んでから運用するのが理想的です。ランク1右側ターゲットの1マス内の敵に 100% のダメージを与える範囲スキルです。共同応答の際はエネルギー消費なしで3マス内にいる一番近い敵をターゲットにスキルが発動します。共同パーティーでの運用はもちろんメインスキルのクールダウン期間中の代用スキルとしても役立ちます。ランク5左側リアクションスキルで背面以外から近接攻撃を受けた際敵の攻撃を中断させて反撃します。この時フィールド上に槍の影があればその地点へなければ6マス以内の味方のところへワープします。敵陣に突っ込んだ後にこのリアクションで安全圏へ戻るというヒット&アウェイの立ち回りができたりします。ランク7左側フィールド上の槍の影が4個未満の時に個性とは別に追加で槍の影を1個生成できます。生成数が増えることで毎ターン実質 40% 分のダメージを上乗せできるのが強みです。行動終了時にマップ上に槍の影が残っていればワープできる効果もありこちらも敵陣に突っ込んだ後のヒット&アウェイに役立ちます。ランク7右側 SP ヌンガルのメインとなるジャンプスキルで使用すると共同号令が発動します。指定したマスへワープし周囲3マスの敵に 100% の範囲ダメージを与えます。着地点の3マス以内に槍の影がある場合自動で1個回収して効果が発動します。また攻撃が1体にしか当たらなかった場合は倍率が 160% まで跳ね上がるため単体のボス戦でも非常に強力です。シルエットスキルはパッシブです。健康状態ならクリティカル率とダメージがそれぞれ 30% アップし毎ターンエネルギーが1回復します。槍の影で HP を維持しやすい SP ヌンガルとは非常に相性が良いため通常のヌンガルを所持していれば必ず組み込みたいスキルです。次にモチーフについてモチーフ武器はクリティカル率と攻撃力が上がり移動距離に応じて魔法ダメージがアップします。メインスキルのクールダウンが2ターンのため本体が星5であるかスズランの旗などでクールダウンを短縮できる組み合わせで使うのがベストです。もし本体が星1から星4の場合はスキルの回転率を考えてファミーナのモチーフ武器の方が扱いやすいかと思います。次に装備についておすすめ装備はそれぞれこのようになります。
装備下の数値は一番ダメージが出る装備を 100% とした比較値です。武器は SP ヌンガルモチーフ、戦軍破陣装、ダブルハルバード、SP ヌンガル本体が星5なら、モチーフまたはダブルハルバード、星1から星4ではスキル回転率の点から、戦軍破陣装がおすすめです。装具は、お守り、血色、マント、砂時計、包括、焼灼、ダメージ重視ならお守り、エネルギーが枯渇するなら血色が安定します。ヒットアウェイを多用して、孤立しやすい運用ならマントも相性が良いです。タロットは魔術師、正義、悪魔、運命。タロットは状況によって使い分けで、基本は魔術師で、クリティカルが欲しい状況なら正義、敵が多いステージなら悪魔、エネルギーが枯渇しやすいなら運命。刻印は剣と杖。次にスキルセットについて、おすすめのスキルセットはこのようになります。ヌンガル本体の突数やパーティー編成によってスキルセットが変わります。シルエットスキルがない場合はランク3右側の洞察で代用してください。こちらのスキルセットは共同編成の有無に関わらず使用できる汎用セットです。共同編成の SP ヌンガル本体が星5であれば高ぶる戦意が毎ターン使えるため常に号令を発動できます。疾走戦撃は使用せず応答スキルとしてパッシブのように扱います。星1から4の場合は高ぶる戦意のクールダウン中に疾走戦撃を代わりの攻撃手段として使えます。共同編成ではそのまま応答スキルとしても活用できます。共同なしの星5運用では機動遊撃または風来双撃で槍の影を量産してダメージを稼ぐのがおすすめです。続いてキャラの組み合わせについて、星4以下でメインスキルを連発したい場合はクールダウン短縮ができるココア、クリデンザまたは戦術のスズランの旗などと合わせるのがおすすめです。魔法パーティーなら枝、共同編成を組むなら号令と応答を持つ SP マイサ、 SP ファカール、イナンナ、応答持ちの桃、ノノビアといったスズランパーティーで固めると敵が多いステージの攻略が楽になります。最後に SP ヌンガルについて、 SP ヌンガルはオートから高難易度まで使える汎用性の高いキャラです。単体でも戦えますが共同編成を活用したい場合には現状数少ない号令持ちのキャラです。戦場を縦横無尽に飛び回り槍の影を駆使して戦う独特の操作感はとても面白いです。手に入れた方は使い心地や感想などぜひコメント欄で教えてください。以上で今回の SP ヌンガルの解説は終了となります。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。